今日なんですけれども、いつものように手裏剣を打って遊びます。そして、ちょっと手裏剣ってやっぱり小さいので、ある程度離れると何をやってるのかちょっと分かりにくいところがあると思いますので、一つ一つ何やりますと言いながら解説をしながら遊んでいきたいと思います。それと、今日やることは完全なお遊びです。よく私のナイフ投げなどを趣味にしている友人がいるんですけれども、そういう人たちがやって遊ぶようなことを手裏剣でやります。ですので、正式な流派のものでもないですし、ちょっと型とは違うことをして遊びます。投げ方なんかもちょっと基本とはまた違うようなこともやりますので、その点はご了承ください。まずはオーソドックスにサイドスロー、逆から下から打ちます。下から2本同時に打ちます。2本同時に3本同時に打ちます。2本を両手で打ちます。片手に2本持ってます。片手に2本、持ち替えなしですね。同じく片手で2本、右手に3本、左手に2本、連打で打ちます。3本プラス1本足の甲に乗せてあります。立った状態から片膝ついて打ちます。両膝正座、寝そべっても当然打てます。例えば座った状態でも、あぐらの姿勢でも、寝そべった状態で今度は横向き、後ろから手を回して背中側から打ちます。足の間通してみましょう。足の間を通す。後ろ向きに反対側、2本同時に打つときですけれども、この2本をなるべく両目の間隔に揃える。打ち方、だいたい両目間隔です。
派によりますが、この打ち方を狙いとして、名称はともかくとして目を狙うから同じ感覚を狙いましょうという人と、それからせっかく2本あるんだからばらけさせましょうと。このように上下もしくは横方向ですけれども、適度にばらけさせて打つ、こういった打ち方の2種類があります。揃える方が難しいとは言われていますが、揃えられるようになるとばらける打ち方も当然できるようになります。先ほど手裏剣をまとめて打ちました。私は1本の時はこう持ちますけれども、3本まででしたら同じ持ち方で打ちます。もちろん打つ時も1本持っている時と同じ気持ちで打ちます。これ以上増やす時には少し持ち方変えます。ちなみに5本打ちます。最初の3本です。その後の5本。このように複数本打つ場合、相手と自分との関係性によって、もしくは何を目的にその練習を行うのかによってさまざまな考え方があります。2本を揃えた方が難しいから練習をするという考え方、2本をばらけさせた方が避けにくいから練習をするという考え方。ちなみに今2本ずつ打ってます。これも2本です。最後は3本まとめていきます。どんな目的であれ、この練習をすると複数本を手に持つ関係上、手裏剣の一本一本に細かく神経がいくようになりますので、手裏剣の持ち方、手の内、これが非常に良くなります。ですので私はおすすめの練習としてこの複数本打ちをやっています。今日は手裏剣を投げて遊びましたが、昨日公開した動画に、私がいろいろなものを投げて遊ぶというものがあります。それもよろしければ見てみてください。手裏剣とはまた違う打ち方、投げ方、そんなものをしています。自分で見ててもなかなか面白い動画になってますので、ぜひそちらも見てください。ということで今日は手裏剣でいろいろと遊んでみました。何をしているのかっていうのが意外と分かりにくい、カメラの性能もあると思うんですけれども、意外とね手裏剣は小さくて速く飛んでしまうので、この軌道が分かりにくいんですよね。なので、一応何をやってるのかっていうのを言いながら、ちょっと練習をしてみました。先にねこうやって何をするかって明確に言ってから練習をするっていうのも、やってみてですけれどもいい練習になるなと思ってます。普段自分で宣言はしないんですけれども、こんな感じで遊ぶことは結構多いです。もしこんな打ち方見たいよとか、
何かありましたらコメントの方に書き込んでいただければ、対応させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それと、いつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。自分でやっぱり動画を作りながら不安になることが多いので、すごく励まされてます。ありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタン押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。